皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで、読み上げ音声をですね、加藤一二三九段に今回は設定してあります。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。相手三段の方ですね。はい。相手の方ね、三間飛車が得意戦法ということでしたけど、7六歩から7七角とね、向かい飛車ですね。向かい飛車でした。この作戦の場合はね、どうしますかね。端歩をつく手でやってみますか。はい。これがね、端歩を突き越してね、これ受ける手もあるんですが、受けるとどうなるかっていうのはね、解説編の方で簡単に触れれればなと思います。で、今端歩をね、早めに突いたんですけど、突き越した状態で、相手を押す方はね、王様をどんどん囲って、私の方も王様を囲って、もうこの端歩がね、突き越せてるっていうのが一つね、この場合の本局のね、一つの特徴ですね。はい。で、相手の方は5六歩でしたね。6六歩から6七銀という使い方もあるんですけど、角をね、睨み合ったまま、駒組みを進めるということですね。私はもう5四歩と対抗してみましょう。6四歩から6三銀というね、使い方もあるところでした。さあ、これでね、私の方も船囲いで、相手の方はね、4六歩でさらにね、駒組みを発展させようという感じですね。ここら辺からね、作戦の岐路ですね。歩を止めて指してしまう手もありますし、7四歩とついてますか、こちらね。4四歩とね、止めて指す指し方もありますしね、この辺はね、非常に手が広いとこですね、正直ね。はい。で、3六歩でした。2四歩から2三玉とね、上がると、天守角名と言われる格好ですから、6四歩ついてみましょうか。これはね、この辺の形を決めずに待機してますね、私の方はね。で、場合によっては、駒組みのね、変え方、進行の駒組みのね、方向性をね、相手の指し手によって変えようということですね。どうしますかね、角を変えて、角変えてますか。これずっと睨み合ってる状態だったんですけどね、変えないで指す指し方もあるんですが、これで王様寄ってね、深く囲っていきます。穴熊もあるんですけど、今回は左美濃を選択してみます。で、4四歩。この端を受ける手もあったと思います。端を受けずに4四歩。4五歩とね、位を取られる可能性があったので、こちらのね、位の位置をね、急ぎました。具体的に言うと今ね、4四歩と突くとこで、9四歩ですとね、4五歩と。もしかしたら、それでね、苦しくなるというわけじゃないんですけど、位を取られる、可能性があったのでね、これで桂馬を飛んで、対抗ですね。この辺りを、なんていうんですかね、バランスよく保っておいて、端のね、位が取れてるのでね、そこの部分を、なんていうんですか、強調して指していきたいというね、狙いですね。はい。ただね、一足早く、振り飛車側、先手側の方がね、高美濃囲いが完成していますから、そうですね、今6六銀と出てきたんですけど、こういった手でね、素早くね、動く手が、成立してくるとね、なかなか、振り飛車側としてもね、大変になっていきます。これ5五歩とね、ついてくる可能性がね、十分に考えられるので、ちょっと慎重になるところですね。5五歩許して指してもいいんですけどね、5五歩って一歩持ってね、指された後にどうなるかっていったところですね。ここはちょっと考えますね。4三金で上がりますかね。角打ち込む傷があるんですけど、角にはね、9二角と打つような手で対抗しようという狙いです。もちろんでも、6三角と打つ手もある。銀が下がりました。この辺ね、柔らかい指し方ですね。待機策でしょうね。銀が出て5五歩と突く手もあったんですけれども、様子を見ながら戦況を伺うといった指し方でしょうか。さて、ここでどうするかですね。私の方は2三銀と上がってね、銀冠を目指したいんですけど、2三銀と上がると6三角という手が気になりますね。ここね、7四角成と4一角成を狙って、で、5二角と合わせればね、同角成同金で、角は打ち込み消えるんですけど、金がね、離れてしまう、バラバラになってしまうっていうのがちょっとね、ネックですね。これね、もうバンバンね、仕掛けていく手があるかどうかですね。ちょっとそれもやってみたいところですね。具体的に言うと、9四歩同歩7五歩と突く、あるいは、7五歩同歩9四歩と突いて、同歩に同香同香、7六歩とね、なんていうんですかね、香は先損するんですけど、攻めていくような手が効くかどうか。それをやってみたいとこもあるんですけどね、飛車を置いとくって手もありますかね。8四飛車と置いといて、次に9四歩同歩同香という仕掛けを狙うという考え方もありますかね。6三角と打ち込まれる手がね、一応傷になってるんで、そこだけね、気をつけないといけないんですけどね。7五歩同歩9四歩もありますね。やってみる手もありますかね、それね。微妙ですね、うまくいくかどうか。ギリギリですね。待機するならね、4二金すぐか、1回上がってから2三銀と上がってくる手はありますね。はい。ここはちょっと手が広いんでね、考えます。
飛車を置いてまあ角を打てば9二角で受かりそうですね。そうやって、丁寧に指す手もあるかな。飛車を置いて7二角なら5二角で打ち込みがなければねいいという格好なんでね、飛車を置きますかね。飛車を置いてみますか。まあ、ただ6六角というような手でね、打開してくる、あるいは4五歩とねこの王手飛車の筋で動いてくる可能性は一応考えられますね。まあ、飛車がこうやって動くとね、飛車の横行きが消えるので、まあ、その消えたところにね角を打ち込まれる手を、まあ、一応警戒はねしておかないといけないんですが、この場合はね大丈夫そうですかね。7二角と打っても6三角成の1点狙い、まあ6三角成と6一角成のね2点狙いですと5二角と打てばね受かりそうですね。さあこれでねいよいよ仕掛けていきたいとこですね。9四歩同歩7五歩かな、いってみますか。これは決断の仕掛けですね。まあ、角一発打つもありましたね今ね、仕掛けましたけど。ついて、まあ、角打って5八角同角成同金までやってからこの仕掛けをやる手もありました。まあ、これはねここの歩をついて同歩で1歩あれば7六歩と打てるんですけど、あいにくね歩切れなんですね。ただこの9四歩同歩と突き捨てたことで9四香とね、ここで1歩取れるという、計算ですね。まあここで同歩なら9四香と一歩取りまして、その時にね飛車が8四にいると同香に同飛車とね7六歩の2つをね選べるってわけですね。でまあこの序盤に、まあ、ちょっとねまあすごい早いね序盤の早々こう8の位を取ったんですけど、まあこういう展開になるとね、まあ陣形がこう高美濃囲いで、まあ、同じ形なんですけれども、やはり8をね詰めている分ね、まあ陣形がね安定してるとは言えると思いますね。私の方がね安定しかもね、まあ、広いと。やはりねこちら側が広いとね相対的に、相手の方がね相手の陣形が狭くなるのでね、やっぱこう振り飛車の将棋でね端を突き越すあるいは突き越されるっていうのは随分ね変わるんですよね、広さが。で今同香と取って、これでまあもちろん次ほっとけば9九香成と香を取るんですが、まあ、9五歩と打つのがね受けの形なんですよね。これ同香で取っちゃうと同飛車で飛車が流れの先手になるんでね、9五歩と打つのが形なんですけど、9五歩の時に7六歩と打つというねコンビネーションですね。9五歩と打った時にね、まあ、同香9四歩ですとちょっと冴えないんですけれども、ここで一歩持てるんで9五歩には7六歩とね、まあ、香車と桂馬の取り合いですがと金ができるのでね、それは振り飛車居飛車側がね十分になりそうです。まあ、これで同飛車と取ってね、まあ、7六歩もあるとこですけどね、同飛車の方が、快調ですね。次9九飛車成が、厳しい狙いになりますから。まあ、桂馬が逃げました。これは飛車が慣れたんでね、まあ振り飛車側のね仕掛けが成功した感じですね。まあ、このようにね、先手と後手が、まあ、先ほども言ったんですけれども、高美濃囲いというね同じような囲いになってる時っていうのは、まあ、結構ね、形勢差がつくとね取り戻すのが大変なんですよね。どちらかが硬いどちらかが薄いというわけではないので。さあここでどうするか。6七角と打ちたいですけど、6七角には6三角と打ってね桂馬を助けてくる感じですかね。まあここはね7六歩と垂らして間に合えば早いですね。歩を垂らしますか。まあ王様硬いんでね歩を垂らして、これはねこういう手っていうのはちょっと勇気がいるんですよね。スピードがねどうなのか。ただこの場合はね飛車の働きの差があるので、私のね、竜がねの方が慣れているので、まあ通常のね攻め合いよりは、まあなんていうんですかね、優位なね戦いになりそうということでこう垂らしていきました。まあ竜1枚でねこの飛車付きの高美濃囲いをねなんていうんですかね一気に攻略っていうのはやっぱなかなか難しいんですよね。ですのでまあこうね遅いようでも歩をねと金にして、これね同桂で1回取る手もありますね。迷いますね。同桂成として桂馬をねと金を1回払っとく手もあるのでちょっとここは考えますね。まあ単にと金俺が普通ですかね。これね桂馬でねなんかすごいそんなに見えるんですけど、と金をね排除しておいた方がいいっていう考え方もあるんですね。まあ、これ銀を引いて。これでねまあ私の方は銀がこう取れる格好で、まあね振り飛車側の方の時に出したね4二銀とかわせたので、これ順調にねリードを広げてそうな感じですね。2七香ですか。これはもうね反撃する場所が難しいということで上から香車ですね。さてどうしますかね。これまあ2三香と打つのがまあなんていうんですかね、まあ普通の受けですね。ただまあ2三香と打たないでも攻め合いでいけそうな感じもあるのでね。5分です。を打ち込むのがいいかな。4六九角、まあ2三香と打つのがねまあ受けの形です。もう受けそうやればね受けの形なんですが、もう攻め合いでいきますか。6九角と打ってね、
まあこれはね、もう2五歩は来るのは分かってるんですけれども、もう一気にね5七と同金、まあ、3六角成と緩める手と4七角成同飛車5七と同飛車4八金とねちょっと呪文のようになってしまったんですけどね、それ一気にね、美濃囲いを崩すテクニックがありまして、まあどちらのね両天秤ですね、どちらの攻めも厳しいです。はい。まあ5七と同金3六角成でね、ここにまあ来る形も非常に手厚いんですよね。そうするとまあ玉頭攻めの緩和にもなるので、まあこれね5七とすぐ取ってもいいんですけど、まあすぐ取るとねかえってこうなんていうんですか形がほぐれるので受けやすくなる場合があるんですね。例えばこれね角打つ前に5七と同金で6九角っていう手順もあるんですけど、そうするとねまあもしかしたら4七金と受けられたりする手があったかもしれないと、そういうことですね。で2五歩ですか。さてこれはねどうするのか、どっちがいいかな。まあ角を切って同飛車で5七と同飛車4八金と打ってもまあおそらく攻め合いがちな感じですね。まあそれでいってしまうのもあるし、5七と同金3六角成も非常に手厚い手ですね。どっちらも非常に魅力的なところですね。どっちがいいかな。取ってバラバラに金打つ。いやーどっちもありますね。まだこちら行ってみますかね。まあ無理をせず。ここにね馬が来る形が桂香のね四角をついて硬いんですね。では金寄りですね。これに対しては支えと大馬で切っていきます。まあ同飛車なら3六ね空いたところに、金や銀を打ってよし、同銀もまあ5七にね、金か銀を打つ手が非常に厳しい手になります。同飛車ですか。この場合はねどっちがいいかな。3六金の方がいいですかね。金ベタッと打ってね。まあこれがね、まあ、2四歩なら2六歩とね打つ保険付きというかね、まあ、止めることも場合によってはできるということで、まあ、ここでこちら側が壁なのでね、まともに2四歩からなんか打ち込んでこられる筋で詰まされちゃうのだけはね気をつけないといけないんですが、まあ、この場合はね角を受けてきます。でもこれ粘り強い手ですね。非常にね。なるほど。さてどうしますかね。この角打ちはね粘り強い攻守だと思います。さてここでどうするかですね。慌てて飛車を取る必要もないんですよね。まあ均等になってるわけではないのでね。どうするのがいいかな。まあ飛車を取って同角で4八香とかもあるんですけど、2四歩と取り込んできてね一応こちらの王様が、詰む筋が場合によっては出てくるのでね、まあ3五香とか打つのが手厚いかな。まあ3五香と打ちますか。これはね上から圧力をかけてね、攻めていくってことですね。まあ飛車を取って同角に3七香成が攻めていく手と、まあ、これね金がここにいる段階で、2四歩と取ってくる手には2六歩とね打てばね香車が止まるのでね、金が動いちゃうと2四歩の時に止める手ができなくなるのでね、まあ、ここは優勢なのでいろんな指し方があるところですけど、まあ、一番手堅い順をね選んで指しております。まあ、ここでどうするかですね。7七飛車とか飛車を逃げて、指す手もありますね。はい。相手の方は考えてますね。まだ難しい。7七飛車と逃げればまだ大変ですかね。まあまだというか一気にね詰むようなことはないですね。はい。まあ7七飛車ならどうしますかね。まあ2五歩といったと2五桂取るとか、まあ3七金と取ってね攻めていく手もあるところですね。まあ竜を切って4八銀とね一気にいく手もありますから、そっちの方がいいかな。まあちょっといろいろあるところ、角を打ちましたね。まあなんとかしてこの上のねところを崩そうということで解消しようということですね。ただこれはそうですね2五歩で良さそうですね。普通にね。はい。そして香車を取られますけど、まあこれね気持ち悪いようでも香車1枚なんでね、2四香には1三玉でもね、あるいはまあ手厚く2三銀打ちとね打ってしまっても大丈夫です。これ駒得なんでね差が広がった感じですね。まあ自玉がね、まあどんな硬い囲いでも、まあ、基本的にはどっか弱点があるわけで、まあ、この場合もね、横からの攻めには非常に強いんですけど、2四歩とね取り込まれる格好で香車を取りてね、まあ、頭に打たれる感じだとこれが壁になっちゃうんでね、4筋方面がね玉頭だけはねなんていうんですかね、ある程度丁寧に、指す方がいいですね。はい。むしろ横から攻められてね攻略されちゃうっていうのはね、まあなんていうんですか、逆にまあ許せるとこないですけどね、そういう感じならまあしょうがないんですけど、まあ縦からね攻められてこの横の金銀がね動かなくなっちゃうって感じになるのだけは避けたいですね。さあこれでね、
香車対もね、これ銀打っちゃいますかね。もうね、王様逃げてもいいところですけれども、この銀がね、こう4二の銀が2四まで来ましたから、いよいよね、万全の感じですね。こうなると、いわゆる嫌味がね、消えたという感じなんで、と銀よりは同金に3四桂と打つ狙いですね。取ってもいいんですけど、これはもう攻め合いますかね。5三同金でも十分です。ただ隣でもういよいよ満を持してね、決めに行きたいところです。さあ、この時に2六歩がいいかな。そうですね、これ5三とか4三とかなんでもないので、はい、これは同歩で取って4三と取ってくる手がなんでもない、あるいは4三との瞬間に詰ますというイメージでいけばいいという局面ですね。はい、これね2六飛車ならいろんな手がありますけど2五香が一番分かりやすいですかね。飛車の田楽指しになるのでね、優勢な局面からね、書き切るというのは将棋一番結構難しいところなんですけれども、スピードを重視でね、素早く勝ちに行くっていうのもかっこいいんですけどね、あまりスピードを意識しすぎてしまうと、逆転負けのねリスクもあるということで、といってね安全運転でね行こうとしすぎてね、かえってそれがね危険になるということも将棋ではあるので、そのあたりはね難しいところですね。これ竜切っていけそうですね、もうねこれは。で角を打ち込んで、いわゆる大体詰みの格好ですね。玉を寄ると2九角があります。さあ8玉なら2九角と打って4七玉と逃げやすない格好でね王手が効きます。で同飛車なら同歩成で駒をねまだ飛車角金飛車角桂角金桂香も持ってますから、これはね角を打って詰みですね、これはね。はい、どこに逃げても勝利は金の詰みです。ありがとうございました。この将棋は私の名曲の一つです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。戦型がね角交換型の、振り飛車ということで、お互いにね高美濃の形に組んでということで似た形にね組み合いました。同じようなね形で対抗すると、将棋ではね千日手になりやすかったりすることもあるんですが、本局はねうまく打開することができて、いよいよ気づいてねそのまま押し切るという内容でした。詳しい解説はね解説編動画の方でやっていきますので、そちらの方もね合わせて見ていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。